はい、地球の模型男女です。今日もとくん来てくれてます。はい、お願いします。はい、お願いします。最近なんですけども、いろんなお客さんが来ていただけるようになって、で、いわゆる出戻りモデラーさんですね。10年前、20年前はやってたんだけどっていう方も来ていただけるようになって、その方からうちの商品を見ていただいてる時に、こんなのあるのとか、ついついこう昔はねっていうね、昔はね、こういうとこで苦労してたんだよみたいな話題がちょいちょい上がるんですよ。なかなかそれやっぱ聞いてて面白かったので、今回はですね、弓道店長が勝手に決める、出戻りモデラーさんが弓道の売り物で驚いたことランキングみたいなのをちょっとやってみると、今もうどっぷりね模型に使ってる方からすると、あ、いやそれはなんか常識なのが、久しぶりに戻ってきた方からするとびっくりした、意外なね発見がね、今やってる方もねあるんじゃないか、結構面白い感じになるんじゃないかと思いますので、ランキング形式で発表していきたいと思います。それでは早速いっていきましょう。第5位、ニッチな工具が増えたね。言い方を変えるとどう使っていいかわからん工具が増えた本当に最近そのかゆいところに、届かせようっていう商品がいっぱい増えて、でもかゆいところに行き過ぎてそもそもどう使っていいかわからないみたいな例えばあげるならですね、ここら辺はまだわかるんですよね。このヤスリの当て木ですよ。これもやっぱ出戻りモデラーさんからすると、いや昔はねみたいなね、こう平らなものを探してはそれに両面テープを貼ってやったものだよと、それが今こんな感じで売ってるんだね。これなんか結構お客さんに驚かれますね。なんでですか？ウェーブさんのフレックスヤスリホルダーセットなんですけど、要はパチンコのこのゴムのようにヤスリをつけてフレキシブルにねヤスってやろうっていう。なんじゃこりゃ。確実にトックからなんじゃこりゃいただきました。なかったよね、こういうの。ここを隠しちゃうとね、一体何に使うのかさっぱりわからないっていう。ユミさんのカンナとかね。カンナはなかったですよね。パレットが指輪の形になってるとかね。指にパレットつけるっていうね使えると思いますよ本当に塗装関係でいうとこういうのもありますね。木目を筆で描けるってすごいスキルだったんですよ。当てがあってエアブラシ拭くだけで模様が描けちゃうとかね。特に何に使うか分かりますか？これ何ですか？それは。これ実は芯が粘着剤になってて、鉛筆削りでここの部分出すんですよ。そうするとパイロットがなんかこう座っているフィギュアとかあるじゃないですか、あれのお尻とかにこうペタッとくっつけて、で塗装することができる。面白いでしょだからこれも普通に置いてたら鉛筆ですかっていうね。ちょっとこれ何でしょう？柱確かにこれはそのまま刺してジオラマに使えますけどね。これローリングピンと言いまして、本当にいろんな種類が出てるんですけど、これグリーンスタッフワールドさんですね。立体のそのモールドがもう彫ってあるんですよ。でこれをスタイロフォームとかに押し付けてグリグリってやると、その跡がつくんですね。これはね、昔はね、戦車をこうそのまま粘土が柔らかいうちにこうやって押し付けてやったものだよみたいなのができるみたいなね。あとはわからないでいうとこの辺り、ハイキューパーツさんのサンディングスライダー、なんか分度器がついてるんですよ。角度狙って正確にヤスリがけできるっていうね。30度、45度、60度、90度の任意の角度に固定して削れる。続きましてこちらモデラーズさんのトラックメーカー。戦車を作ったことがある方は誰しもが苦労するという立体をまっすぐ張っていくっていうね。ハイキューパーツさんのセンタードリラー、中心ど真ん中に穴を開けることができる。なるほどね、面白いでしょ。筒の任意のところに穴を開ける。横にもってこと？そう横にも穴を開けて。これは何でしょう？全くもって何だか分かんないですね。これプラスチックのなんかアクリル板みたいなね、パテを詰めて1個ずつ取り出すとですね、床に敷くレンガができちゃう。外のなんか床のレンガ、灰色と赤色とかっていろんなカラフルにして敷き詰めるとなんかイメージ湧くんじゃないかな。なんか一目惚れして仕入れちゃいましたねということで第5位はニッチな工具が増えたということです。続きまして第4位はですね、塗料の種類がめちゃくちゃ増えたっていうことですね。僕も学生の時もそうなんですけれど、やっぱ塗料といえばタミヤさん、クレオスさんで、この辺りで、水性、ラッカー、エナメルっていう3種類がどっちの順番に塗るといいよとか、ああいう話が多かったんですけども、ほんとここ最近ほんといろんな塗料が模型業界に入ってきておりまして、例えばガンダムマーカーもそうなんですけど、これ歴史はありますよ。ありますけど、これもラッカー、アクリル、エナメルの順番とはまたちょっと枠のずれたものだったり、あとウレタン塗料
最近出したクレオスさんのねこの油彩だったりとか、だから3種類でしょじゃなくなってるんですよね。ああ、なるほど。であとシンプルにメーカーさんも増えましたね。うちだとガイアノーツさんでしょ。あと最近トミヤルのボーンペイントとかねガイアノーツさんまた言いますけど、こうサーフェイさんもねこんなに色とりどりとか、この海外メーカーのね、塗料だったりとか、あとシタデルカラーとかね、一見手に取ってそもそもこれ水性なの油性なのとか、ラッカーなのエナメルなのって分かりにくいっていうね、これもやっぱ質問多いですね。昔はもっと分かりやすかったのにと言われますね。うちがごちゃごちゃにしてる可能性もありますけどちょっとつばとんだタミヤさんなんかねもう最初から希釈済みのスミレ塗料出してくれるのでこれ結構衝撃でしたけどね。こんなのいろいろあると、シンプルですけども種類が増えたということです。うちの3分の1占めてますからね、まだ増やしたいなということで第4位は塗料がめっちゃ増えたということで、モデラーさん困るっていうね。はい続きまして第3位なんですけども、女の子キットがめっちゃ増えた、ああ、なるほど。あと女の子キットを買うのが恥ずかしくなくなったっていう2つの意味が入っているんですけども、本当にやんちゃな車作るのとかバイク作るので有名だった大島さんがね社長のことを知っていますのでいかつい感じの社長が作ってると思うとあとは長谷川さんなんかもレジンキット増えてるんですよ。こういう感じでね、レジンキットも昔はあんまり馴染みなかったんですけど車一つでも女の子ついてる。やっぱ寿屋のねところから始まりね、こうやってバンドでもね女の子ねでもそれ思い入れがありそうですね。これ思い入れありますよ。それは特に思い入れしかないですよこのキットには。本当ねいろんなメーカーさんが女の子キット出してると。それで言うとですね、僕が小学生の時をちょっと思い出すというか、一時ホビーショーでどのメーカーさんもミニ四駆出してた時あったんですよ。あ、そうなんですか。青島さんもメーカー出してたしバンダイもミニ四駆出してます。全メーカー乗るとこはちゃんと乗るっていうのね変わってないんですけども、ガンダムフェイスのミニ四駆見たことあります？バンダイ四駆と2駆でねこう分けれるんですよ。まずミニ四駆で2駆で勝てないっていうなんであのスイッチあるんだろうってちょっと思ってたんですけど、やっぱり流行ってるものはやっぱメーカーさんみんな出しますね。さっき言いましたけどこれがすごい買いやすいっていう。昔はねやっぱ恥ずかしかったですよ。僕もエヴァンゲリオンのキット買う時にアスカのフィギュアついてただけでちょっと恥ずかしかった記憶があるので戦車一緒につけて買いに来る人とかいかがわしい方を買うじゃないけどもあったんですけどね。今はもう全然これ 2,3 個積んではいみたいなね、全然よく見られる光景ですね。いい時代になりましたね。いい時代になりましたね。はいということで第3位は女性キットが増えた買いやすくなったです。いいこと。続きまして第2位なんですけども、タミヤさんがラッカー塗料を出した、すごいなんていうの分かるよ、インパクトとしてはね分かるよ分かるんだけど本当にうちのお客さんでうわタミヤさんがラッカー出したのみたいな、時代だねって言うんだものうちの店本当に驚かれるので、やっぱアクリルエナメルのねイメージがあって、タミヤさんもラッカーをね、タミヤさんちょっと避けてたとこあるんじゃないかなと思ってたんですよ。ラッカー塗料を出したということはやっぱ結構歴史的なことなんだと思いますよ。勇気いったと思いますよ。だってもうずっとねアクリルとエナメルでやってて、もうクレオさんがずっとラッカー出してて、出たのほんと最近なんで。あ、そうなんですね。そうだから今出して売れるのかどうかとか結構会議されたと思いますよ。勝手な憶測ですそれでねGOしたっていう。また面白いのが基本色はまあもちろんあるんですけど、やっぱり他社さんがあんまり出してないカラー出してますね。あ、そうなんですね。だからカーモデルにちょっと特化させたりとか、AFV に特化させてたり、あんまりなさそうな色味が多いので、ぜひぜひ使ってみてください。塗装しやすいですよ。これは本当あれですね、素人の僕からしたらもうさっぱり分かんないそうね、最初のキョトンっていう、さっきまで結構大きいもん出してたしなんなら5位なんかめっちゃ喋ってたのにみたいなねということで第2位はタミヤさんがラッカーを出した。それではですね、いよいよデモドリーモデラーさんが地球堂の商品を見てびっくりしたというベスト1、違うわ、第1位なんで急にベストになったかですね。第1位はですね、ニッパーが高えシンプルに高えっていうね、一番驚かれますよ。言うてもタミヤのラッカーが出たというよりも驚かれてます。やっぱりこれでしょニッパーはっていうね、800円とか600円そこらですよ、でちょっと高くても1000円ですよ、それがですよ一番有名なところはこれですね、アルティメットニッパー1280円ですよ、でこのメーカーさんだけが高いのかというとそういうわけでもなく、長谷川さんのエッチング専用のニッパーね、ザン1160円です。もうアルティメットニッパー超えておりますから、職人片木さんのねピアノ線切るためのニッパーとか
まあ3000を超えるわけですよ。まあ驚かれますね。こんなに高かったっけっていう。爪切りなんなら引きちぎってた世代ですからね20年30年前のね出戻りモデラーさんといえば、まあそこまでひどくはないか、まあ僕はそうだったっていう話ですけどね、その出戻りモデラーさんが新しいニッパーを使った時の使い心地とかはどうなんですか？それはねやっぱり喜ばれますよ。やっぱりアルティメットニッパーなんかはこのねネットデカでも有名ですから試しに使ってもらったりするんですけど、おーチーズだみたいなこんなに軽く切れるんですねみたいな叫ばれますね。おーみたいなね。でそこからいろんな工具のね沼にね沈んでいってもらえたらね僕ももうどっぷり沈んでおりますよ。ようこそみたいなこちらの世界でね、まずはニッパーからということで栄えある地球道調べ第1位はニッパーが高くなったんですね。はいでございました。というわけで地球道勝手調べではございますが、出戻りモデラーさんが驚いた商品、特にね、まあ他にもいろいろあるんですけども、僕が印象に残ったものを5つ紹介させていただきました。聞かなきゃわからないこと増えてますのでぜひね店員さんにいろいろ質問してみてはどうでしょうかと。なかなか面白いでしょ。そうですね、僕も仕入れに影響しますしね、面白い発見多かったですよ。はい、という感じで今日は終わっていきたいと思います。はい、面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。みんな沼ろうぜー。